こんにちは。魔法のクラフトのポールです。今回 E メールにスタンピングアップからこんなファイルが届きました。今まで全く気がつきませんでしたが、こういった作り方レシピがあると嬉しいですね。私、見本を出されるとその通りにやってみたくなる優等生タイプなんです。早速この色付けにも挑戦してみることにしました。こちらのテープの使い方は前回のビデオでご紹介しました。まだ見てないよという方はこのビデオの後にぜひご覧くださいね。今回のビデオではこちらのファイルを使ってカードの色塗りをしてみましょう。実はもう一つすごいのがスタンプもあるんです。ここからはスタンピングアップから届いたレシピを使ってカードを作ってみましょう。これね、色付けがまたまたすごいんです。ってこれも初めての体験。ブレンディングペンを使ってスタンプのインクで色をつけていきます。まずは下準備です。こちらのクリアスタンプをシートから剥がしましょう。これね、結構しっかりくっついているのでゆっくりと焦らずに剥がしていきましょうね。私は去年の5月にクロストゥマイハートからスタンピングアップに移りました。会社によってやっぱり同じクリアスタンプとはいえいろいろ違うところが多いですね。ただこれだけしっかりついているっていうことはブロックにもしっかりついてくれるので安心だと思います。はい、やっと剥がれました。それではこちらのスタンプを専用のブロックに貼り付けます。このスタンプはかなり大きいのでこの特大のブロックを使いましょう。それではまず白いペーパーを用意します。サイズは横幅が3と2分の1インチ、長さは12インチで大丈夫です。次にスタンプのインクを用意します。できるだけこのファイルと同じカードを作ってみたいので同じような色を選んでみました。それでは早速インクをつけてペーパーにスタンプを押してみましょう。これね、かなり大きなスタンプなので両手をいっぱいいっぱいに広げないと落ちちゃいそうな大きなスタンプです。たくさんインクを染み込ませて、これは初めて使うスタンプなので結構慎重にインクを染み込ませています。これがスタンピングアップのインクであればここまでする必要はないんですけどね。さあ、それでは押してみましょう。この時にすぐポーンと離してしまうのではなく、ここでしばらく紙の上で押してみるといいようです。さあ、どうでしょうか。外してみるとこんな感じにつきました。綺麗ですね。そしたらもう一度、今度はもう一つ薄い色のインクを使って押してみたいと思います。ここでもしっかりとインクをつけましょうね。でも最初ほどつけなくても最初のインクが少し残っているのでその上から重ねてみました。さあ、どうでしょうか。ちょっと待ってる間にインクをしまってしまいましょう。ポーン。あ、これも綺麗にいきましたね。どっちの色の方が見本に合ってるかな。どっちも綺麗ですね。そこでまず私は水彩色鉛筆を使って筆ペンで色をつけてみようと思いました。でもね、同じような色を探してるんですがなかなか見つからないんですね。そこでギブアップした私はこの説明書を読んで何を使って塗っているのかをちゃんと紐解いてみることにしました。なんと使っているのはブレンディングペン、それとこのスタンプのインクで色をつけているということです。早速うちにあるアルコールマーカーを出してみました。
無色のマーカーなんですね。何本かあるので試してみたんですが、最初の数本はカラカラに乾燥していました。アルコールマーカーは乾きが早いんですね。なんとか残っていたコピックの0番無色のマーカーを使ってみようと思います。おっかなびっくり、インクのパッドの蓋にインクを押し付けてパッド代わりに使っています。するとうっすらと色がついてきます。花びらの中心から外側にさっさっと軽くマーカーの先を乗せるだけでうっすらとインクの水色がきれいについてくれる。アルコールマーカーを使ってインクの色付けができるなんて思いもしませんでした。以前に水彩用の筆ペンで同じようにインクをつけて塗ったことがありましたが、今回はアルコールマーカーで挑戦。すごいですよね。水彩のインクでもアルコールマーカーで色付けができちゃう。これは目から鱗の最新情報です。とはいえ、花びらを一枚一枚塗っているのが少し面倒になってきたので、豪快にインクを足すことにしました。リンカーを一液垂らします。ついでにパッドにもインク補充。同じ色の色で、この色はブルーベル、少し青紫のかかった綺麗な色です。ほんの少しだけペン先につけて塗ってみましょう。わあ、それでもすごく濃いですね。やっぱりこれだと色の調節が難しいので、パッドになじませてパレットについたインクを一枚一枚塗っていくことにしましょうか。この色塗りの作業、ゆっくりと楽しむことにしましょう。とはいえ時間がかかることなので、ここは8倍速でお届けします。さあ、このように最後の1枚が塗り終わりました。どうですか？すごく綺麗になったと思います。一色なのでとっても素敵ですね。最後にパレットについたインクは拭き取っておきます。そのまま使ってもいいのですが、インクの蓋を開けた時に綺麗な方が気持ちがいいでしょう。では次は少しチャレンジをしてアルコールマーカーで色付けをしようと思います。同じような薄い水色のマーカーを用意します。一番薄い色でまず全体を一度軽く塗っていきます。アルコールマーカーをブレンドするときには乾く前に色を重ねる必要があるので、乾いてしまわないようにここは素早く塗っていきます。それでは2色目の少し濃い水色を重ねて濃淡をつけてみようと思います。わー、これはちょっと濃いですね。日本のさりげないお花ではなくなってしまいそうです。今回のプロジェクトはさりげなくこの淡い水色が素敵なので、こちらはちょっとカットしていきましょう。それでは2つ目のカードのお花を塗っていきたいと思います。今度は3色のインクの色を使って色をつけていきます。2色のお花と葉っぱの緑の3色です。ベースのスタンプは薄めの茶系で押しています。まずは水色のインクでお花を塗っていきましょう。小さいから簡単ですね。それでは葉っぱを塗ってみましょう。手順は同じです。マーカーの先にパレットからインクを少しつけて、葉っぱの中心から外側へ塗っていきます。意外とすぐに色がつかなくなってしまうので、
こでも一枚一枚つけては塗ってつけては塗ってを繰り返していきます。この葉っぱも少し大ぶりなものは同じところを何度か重ね塗りをすることで色の濃淡がつくので、より立体的に水彩画っぽく仕上がります。今回は色を変えるので、マーカーについたインクの色はティッシュで色がつかなくなるまで拭き取りましょう。次は黄色のインクでお花を塗っていきましょう。今回は見本のカードと同じような色を使っていますが、もちろんピンクでも紫でも可愛いですよね。持っているインクを使ってブレンディングペンでお花の色付けができちゃう。これはものすごく楽しいクラフトタイムになりますね。私は最近ジャーナルブックを始めたんですが、そのページに飾っても可愛いだろうなぁなんて思っています。そうしたら今度は少し実験をしてみましょう。水彩色鉛筆でちょっと試してみましょうか。どんな風に違いが出るのかな。色鉛筆を使う場合、アルコールマーカーでもいいのですが、ここでは水彩の水ペンを使ってみましょう。アルコールマーカーがない場合にこの方法で色付けもできますよ。ということで、まずは色鉛筆でペーパーに直接色を塗っていきます。簡単ですね。これはノープレッシャーです。そうしたら今度は水ペンの先を少し湿らせて、色を塗った部分を溶かすように筆でなぞっていきます。この時にあんまり水を出しすぎないことがポイント。ティッシュで拭きながら色をぼかしていきましょう。色塗りは仕上がりも素敵になるので、とっても楽しいアートの時間です。さあ、出来上がりました。水彩で塗った部分はまだ少し湿っています。でも見た目にはそんなに変わらないですね。どっちがいい？どっちがやりやすいかというよりも、その色のインクを持っているか持っていないかかもしれませんね。水彩の色鉛筆の場合、だいたい色が揃っているので、初心者さんには始めやすいツールかもしれません。また新しい手法が一つ増えましたね。あなたはどちらの色付けに挑戦してみたいですか？コメント欄から教えてくださいね。今回はこのようにスタンプのお花に色をつけてみました。持っているスタンプのインクとアルコールマーカーで色付けができちゃう。これは本当にびっくりするぐらい簡単で綺麗に仕上がりました。今回はスタンピングアップから届いたこちらのレシピを使ってカード作りのパーツを作ってみました。カードは最後にお見せしますね。一つ前のビデオではこの大きなマスキングテープの使い方をご紹介しました。まだ見てないよという方は引き続きご覧くださいね。すごいですよ。さあできました。ほら、かわいいでしょう。一本のロールからどれぐらい取れるのかわからないぐらい。お待たせいたしました。それでは早速カードをご紹介いたします。ブルーのお花、一色の色使いがエレガントですね。お花に色をつけたカードも素敵です。こちらはテープを使ったカード、繊細な色使いが可愛いですね。びっくりするぐらい簡単で綺麗に出来上がってしまったカード。よかったらぜひチャレンジしてみてください。
そしてインスタなどでタグ付けして見せてくださるととっても嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.